て長押し、ギュってなきた。あ、かわいい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 。これはもうマル秘機能なんですけれども、多分ほとんどの人が使ったことない。おはようございます。アミティ先生です。本日はToday at Apple表参道にやってまいりました。今日は待ちに待った表参道でのアップルのイベントでございます。もうね、反対側ここの窓ガラスの奥がですね、とんでもない行列にちょっとなっておりまして、ちょっと想像以上でめちゃくちゃ緊張してきたんですけれども、はい、今日はですね全力で頑張っていきたいと思います。ボールもめっちゃかっこいい。はい、今日はね GoodNote 6でノート作りのチュートリアルをやるんですけれども、今までの YouTube で紹介してなかった Tips とかたくさん紹介していきますので、ちょっとね現場に来れなかった皆さんもどんな雰囲気だったかっていうのも含めて最後まで見てもらえると嬉しいです。頑張ってきます。とんでもない数のですねマイクを今日はつけます。今日は iPadMate ロゴでやっていきます。よし。アミティ先生には魅力あふれるノート作りのセッションの開催でございます。よろしくお願いします。アミティ先生です。よろしくお願いします。新学期を始めようキャンペーンの、はい、この期間中の最後の、そうなんですよ。ずっとやってたんですって。はい、そうはい。なので僕も嬉しく思ってます。ありがとうございます。はい、僕気になるのはここがなぜハテナマークなのか、これがすごく気になるんです。ありがとうございます。はい、iPad 本が発売されるんですけれども。何の iPad 本を発売するかっていうのをちょっと皆さんに当ててもらおうかなと思います。当ててくださった方はプレゼントがあります。ステッカーとかもあるんですけれども、これのスウェット赤と、グレーがあります。好きなのを選んでいただけると。皆さん当ててください。はい、どうぞ。プロクリエイトドリームス。惜しい。惜しくない。あ、ファイナルカットプロ。それかこれだったんですよ。惜しいですね。そう、惜しい。ルマフュージョン違います。どうぞ。おすすめのアプリ。近い。何としました？100個のアプリですって。正解です。ダーン。クリエイティブセカンド。iPad クリエイティブセカンドが発売されます。おめでとうございます。ありがとう。重大な発表が。重大な発表があります。さっきの本もあれだったんですけれども、はい、iPad クリエイティブスクール京都にね。今持ってるんですけれども、すごい好評いただいてですね、もうずっと前から関東にも作ってほしいっていうのをめちゃくちゃ言われてて、 iPadMate スタジオということで自由が丘に店舗を構えて5月の20日にオープン予定でございます。皆さんよろしくお願いします。今回は子供と大人があるんですけども、子供は、iPad を使って才能を見つけようみたいなのをテーマにいろいろ使ってもらって、自分は将来イラストレーターになりたいなとか、動画編集 YouTuber やってみたいなとか、そういうなんか気づきだったりとか得意なことを見つけてほしいなと思っております。スクールに通い始めの時っていうのはやっぱり右も左も分からない状態のスタートでこういったそう最初はアップルペンシル触ったことない子たちでこうやってやったら「うわー」とか言って「日本指うー」とか言っていう子がこれになります。1年後。続けていけばこうなる。そうなんです。皆さんも同じです。はい、ということで大人向けが始まります。ついに大人向けです。皆様。これもめちゃくちゃ要望があってずーっと言われてたんですけども、大人向けには、iPad でクリエイティブを始めようということで、今までそのクリエイティブにあんまり関わりがなかった人たちが自分もできるみたいな、そういう体験をしてほしいなと思ってるので、センスない方とか iPad を持ってるけど全然使いこなせてないとか、あと動画見る板になっている人結構いると思うんですけどもそういう方が来てくれたらいいかなと思っておりますので、すごい来てます。大人がやばい大人がすごい来てくれてるので、週に1回通う習い事みたいな感じになりますので、東京に来るのもよし、オンラインもありますので、ぜひ来てほしいです。
じゃあアミティ先生、ここからお願いしてもよろしいでしょうか。了解です。はい。今日は英語の単語帳作っていきたいなと思います。スプリットビューでキーノートを立ち上げてください。この表をこっち側に持ってくるんですね。一回ポチってタッチしてからギュッて長押ししたら浮きます。浮いたらこっちにポイってする。そしたらこっちに表を持ってこれるんですよ。曖昧ミーマイのやつ覚えてます？皆さん覚えてますよね。ギリギリはい。はい。私、あなた、みんな一緒に書いてください。では皆さん回答をここに書いていくんですけども、大事なところって赤とかで書くじゃないですか、はい、だから赤色とか色のついたペンでいきたいと思うんですけど、このプリセットの中のピンク色でいきましょうか。薄めがいいですね。ピンク色を使って回答を書いていってください。用意スタート。さあ皆さんどうでしょう。答えの欄は書けましたでしょうか。では動物の画像をこの中に入れ込んでいきたいなと思います。では皆さん、写真アプリをスプリットビューで立ち上げてください。皆さん好きなやつを8つ選んでください。アミティ先生、ハリネズミを飼っておりますので、ハリネズミを入れていきたいなと思います。ギュッて長押し、ギュッてなきた。あ、かわいい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 。はい、これをやってください。あ、トラもいいですね。トラもいきます。トラトラ、あ、かわいい。さあ最後の1個どれしようかな。かわいい。あ、自分のペットを入れてくれたんですね。ありがとうございます。させてください。かわいい、あ、いい感じです。あ、いいですね。ここグレーにするのも素敵です。いいですね。ありがとうございます。すごい、かわいい。あ、いいですね。はい、では皆さん答え変えていきましょうか。さっきと同じです。色はピンクのペン。ピンクのペンで簡単なのからいこうかな。タイガー、ライオン、フォックス。キリンは？ちょっと待ってくださいね。ジラフ。正解です。で皆さんね、文字をこう位置調整したいときに動かそうとすると全部動いちゃうんですね。こう文字だけ動かしたいのにみたいになった時に、動かないようにするには投げ縄のところをタッチすると手書きイメージとかがあるんですけど、イメージっていうのをグレーにオフにします。そしたらこのイメージですね、画像は動かなくなります。逆に手書きをオフにすると手書き文字が動かなくなります。動かしたいものに対して緑色にしておくって感じです。さあもうでもこれでほぼほぼ完成で、ちょっと最後にね、どうやって覚えるかっていうところまで、はい、どうやってこれを覚えてばいいのか。ヒッポを覚えれない僕。ヒッポ覚えれないそうですね、ヒッポ覚えれない方に向けての覚え方を、やっぱこう作って満足しちゃうとダメじゃないですか。どうやって覚えてました？やっぱりいわゆる赤い、例えば下敷きだったりとかシートを使ってました。隠してこれ後で答え合わせをする。そうですね。使ってました。これ使ってました。はい。これでこんな感じでね。実際にそう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 。はい、マイミーマイ合ってるかな、ずらして使う。これで皆さん。ずらして使う。はい。覚えられてますよね。はい。じゃあ皆様今日。じゃあ皆さんこんな感じで、はい、使っていただけて、はい、はい、持って帰ってください。はい、持って帰っていただき。持って帰ってください。なんでやねんっていうね。はい。でもこれ使ったことある人ね。多分いらっしゃいますよね。そうだ、見えなくなるんですよ実際に、ほら。はい、ちゃんと見えなくなる。そう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 。だからこれでやってもいいんですよ。そうこうやってね。これはこれでね。これはこれで。ただ今日皆さんそうこうやってほら見えなくなるから。無茶だります。だけどこれ持ち歩くのめんどくさいですよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで赤シートっていうのがですね、もうあるんですね。これはもうマル秘機能なんですけれども、多分ほとんどの人が使ったことないかもしれないので、教えたいと思います。設定でございます。皆さん、アクセシビリティをいきましょう。ちょっと2個設定していただきたいんですけど、まず一番下から2個目、ショートカットをタッチしてください。カラーフィルターっていうのがあるので、カラーフィルターを
オンにしてください。チェックが入ります。戻ってちょっと上の方行きましょうか。上の方行くと画面表示とテキストサイズ、はい、ここを押して下の方に行きます。そしたらまたカラーフィルターっていうところがあるんですね。これをタッチしてください。でカラーフィルターオンです。右側オン。そうすると皆さん画面が白黒になったと思います。 OK です。それで OK。 カラーフィルタータッチで一番下色合いをタッチしてください。で赤い色鉛筆タッチ。そしたら今ちょっと赤が薄くかかってるかな。薄くかかってる。強さをマックス、はい、真っ赤っかになりました。じゃあ一回ちょっとオフにしましょうか。はい、はい、これで赤色のフィルターが出る設定が完了しました。はい、じゃあこれをクイックに呼び出すやり方があって、皆さん iPad の電源ボタンを3回トリプルクリックしたことありますでしょうか。じゃあポチポチポチってやってみてください。ポチポチポチ。赤フィルター来た？お、いいですね。お、これになってる。みんな素晴らしい。おって声が聞こえましたよ。皆さんどうですか？来ましたね。じゃあグッドノーツ戻ってください。これいろいろあるんですけど、ポチポチポチってやった時に出てくる機能ですね。ズームにしたかったらズームとか、ポチポチポチってした時に画面読み上げてほしかったら画面読み上げにしてるとそれが出てきます。だけどカラーフィルターが一番おすすめです。学生さん特に。お子さんいらっしゃる方もいると思うので、ぜひこの機能を使って覚えてって言ってあげたら本当に楽しんでやっていただけるかなと思いますので、こういうのね作るところからやると覚えたくなると思う。覚えれちゃう。はい、ありがとうございます。楽しみをいただきました。ありがとうございます。もう上地先生、何かこう学生さんであったり、これから夢に向かって、こんなことやりたい、あんなことやりたいという方に対して、そうですね、一度挫折を味わって、そうですね、頑張って、今の現在に至るですね、上地先生から何かメッセージあれば、一言いただけたら。難しいですね。でもどんどん新しいことに挑戦して、チャンスって本当にいくらでもあると思うので、諦めずに何度でも立ち上がってやってほしいなと思うし、デジタルとかねテクノロジーって本当に今面白くなってきて、私も昔からそういうのがすごい大好きでずっと調べて学んで、今でもずっとそんな感じで好奇心旺盛にやっておりますので、その初心を忘れず好奇心を忘れずということで、皆さんもね大人になっても頑張ってほしいなと思います。以上をもって、セッションの方ですね、終了していきたいと思います。ここまでたくさんいろんな Tips とお話をしていただいたアミティ先生に改めて皆さん大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんちょっとありがとうございます。ちょっと皆さん手を振ってもらえると嬉しいです。ありがとうございます。素敵な光景。素敵。ありがとうございます。では皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。緊張した。大丈夫だったかな。心臓がバクバクしている。お疲れ様でございました。はい、ということで以上イベント終了でございます。やっとサイン会が終わって、はい、すっからかんになりました。お疲れ様でございました。すっごい楽しい、私もワクワクした一日でございました。来てくださった皆さんありがとうございます。グッドノーツのチュートリアルね、ちょっとでもみんな真似してやってもらえると嬉しいなと思います。また呼んでもらえることを願ってまた表参道でできますように。ではでは、バイバーイ。